この動画は低クオリティ低画質なのかわしぜということで、ふざけてる場合じゃないんですけども、今回はですねこの FK7 のマニュアルを皆さんに紹介したいと思います。どういう乗り方をしているかっていうのを、参考にしていただければなと思っておりますし、この動画を見ていただきますと、おそらくこれから教習所に通おうかな、それとも AT を限定解除しようかなと思っている人向け、さらにはマニュアルに載っている人もなるほどな、いやっていうのがあるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。ということで、まずですねFK7 のマニュアル操作っていうのが正直に言うとやりやすい、めちゃくちゃやりやすいです。その理由はですね、まずねクラッチがねめちゃめちゃ軽いんですよ。これスカスカしてるような感じなんですけど、これ非常にね軽い。このシフトなんですけども、若干ですけどクイックシフトっぽいような感じでスコスコクックックックって入っていくんですよ。で、昔のマニュアルでしたらおそらくこの遊びっていうのが結構多かったのかなってイメージがあって、結構この腕の動作が激しかったんですよ。カン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 ってやる。これがほとんどなく、例えば入れまして一足に入れます。そうするとこうねギアチェンジとかこうスコスコほぼ手首でこうやっていけるような感じがするんですよね。若干左腕の動作は必要になるんですけども、マニュアル初心者というか慣れてない人でも案外ねエンストしにくいんですよね。左斜め前方方向に1足、そのまま下2足3、4でちょっと右に寄って5足で、そのまま下にいて6足みたいな感じなんですよ。でバックに関しては思いっきり右に寄せて下に下げると、そうするとバックになるような感じなんですよね。5から6に上げるときにバックに入らないの大丈夫なのって、そういう疑問もねあるかもしれないんですよ。私も当時思っておりました。でトヨタの86とかはおそらくここら辺になんかノッチとかノブみたいのがあって、それを上に上げて一足のさらに左の方のガーンって上に上げるとバックに入るのかなってイメージなんですけど、車種によってだいぶ違うんですが、私の場合は FK7 に乗ってますので FK7 重視のマニュアルという感じで操作をしていきたいと思いますさあまずね発進からなんですけども、発進ほど難しいのないですよね。もう腕まくっちゃいますよちょっと気合い入れますよ。私も教習所で通っていた時はね、この発進の仕方っていうのがあんまり教わってなかったんですよ。で教えてくれなかったんですよね。もう簡単にクラッチを踏んで一足に上げてクラッチを徐々に離して発進していきましょうなんて言われていて、仕組みが全然分かってなかったんですよ。だからクラッチを離した状態で一足に入れてみるとどうなるか。いきますよ。入らないんですよ。入ろうとするんですけどロックみたいのがかかっていて一足には入りませんよっていう仕組みなんですよね。でクラッチのクッション材みたいのをこうやって踏んでいただくと一足にパカって入っていきますよ。クラッチを少しずつ離していきますと、このパワーがねドライブシャフトに伝達していって、車が前に進もうとして回転数っていうのがどんどんこうやって落ちていくんですよ。ガタガタっていうんですけど、これが入ってくる状態、これがいわゆる半クラッチっていう状況なんですよね。でこれをずっと維持していくと、そのクラッチっていうのはこの板がございまして、それがですねどんどんすり減っていっちゃうんですよね。よってずっとやっていくとクラッチが焼き付いてしまうっていう症状が起きます。それは気をつけてくださいね。でもしクラッチが焼き付いたらどうなるかっていうと、もうクラッチを離した状態でも一応前には進もうとするんですけど、アクセルをいくら踏んでも若干ニュートラルの状態が強くなりますので進まなくなってしまうという、そういう恐れがありますので、半クラッチはこれは慣れが必要なんですけどね、本当に微妙な説明じゃないや、本当に絶妙な調整が必要となってきます。これは本当に慣れなんですよ。これね教官は教えてくれなかったんですよね。よって皆さんね結構こうマニュアル操作で初めて乗る方ですとか慣れてない方はエンストをしちゃいけないっていうイメージがめちゃめちゃ強いと思うんですけど、どうですか？エンストしちゃいけないって思いません？ですよね。これね逆ですよ。エンストしちゃっていいと思います。普通に。なぜかと言いますと、エンストしちゃいけないっていう風にイメージを持って発信すると、おそらくこういうような発信の仕方になるのかな。いきますよ。
ってなると思うんですよ。今分かりました？エンジンがかなりうなっておりましたよね。これがおそらく私も含めてなんですけど、最初の頃エンストしちゃいけないってイメージが強いからこうなっちゃうんですよね。でこれは正直言ってクラッチにも悪いですし、エンジンにも負荷がかかって悪いのかなと勝手ながら思っております。よってじゃあどうするかって言ったら、もう別にエンストしちゃってもいいんじゃないかな。こんな感じで、これでもね最初はいいと思いますよ。だからそのガタ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 ってこうなっちゃうんですよね。どうしてもね回転数が合わないからそうガタ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 ってなっちゃったりとか、逆もしかりうなりすぎると今度回転数が上がりすぎちゃって、もう前に進めるのになんでこんなに上げちゃうんだよって悲鳴を上げてしまうので、どちらかと言ったらガタ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 っていっちゃった方がまだマシなのかもしれません。こういう感じですね。いきますよ。これもあんまりよろしくないとは思うんですけど、どちらかといったらねこっちのがまだマシなのかな。そのガタ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 っていう方がどちらかというと心理的にはいけない、これは調整しなきゃいけないなって落ち着いてできるとは思うんですよね。逆にうなった状態でやるとなんかね音もすごい入ってきますから、めちゃくちゃね心理状態良くないですよ。こうやってやばい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 っつってねこうなっちゃうと思うんで、そこはね反復練習が必要となってきますよ。でいきますよ。じゃあまず出発発進です。さあ後方確認もよしですね。そしてガタ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 ってなってもいいですし、でゆっくり、もう最初はねもう一足だけでいいですよ。こうやってゆっくり走っていって感覚を慣れていってください。でその中で慣れていくのと同時にね、エンジンマフラーの音もねよく聞いといた方がいいんですよね。これでアクセルを少しずつ踏んでいくとどんどんうなっていくじゃないですか。これねなんでうなるかっていうと、この1足2足3足4足っていうのがそれぞれちゃんとしたねそのゾーンがあるんですよ。限界ゾーンとミニマムゾーンっていうんですかね。それの差がありますので、その限界値をまずは探るっていうのがいいかもしれません。ちょっと今曲がりますね。これゆっくり曲がっていって、で今車が前方方向いませんので、そのまんままっすぐ行くと1足の限界っていうのがだいたい25キロから30キロで回転数が4000ぐらいまでいって、これだともう運転にならないですよね。だからその限界値を知った上で初めて次の1足だったら2足に上げるみたいな、そういう感じでどんどん回転数を落としていって安定させるっていうのが一番いいと思うんですよ。でちょっと左に曲がりますね。これが基本的なマニュアルの発進の仕方ですね。で慣れてきますとちょっと私の今の運転しますね。今2足から今度3足ですね。やばい、これ2足の限界だな。で3足に上げて3足も少しずつスピードレンジに乗ってきまして、こんな感じで安定するなっていう感じですね。でオートマ車でもそうなんですけども、だいたいこう普通の運転をしていて慣れてくるというか安定する回転数っていうのがだいたい1500もしくは2000ぐらいの間なのかなっていうイメージなんですよ。よって大幅に1200から2000回転ぐらいの間で安定しつつギアチェンジをしていくっていうのが初歩なのかなと思っております。で確かに教習所もですねこの安定性を重視してるんですよ。例えばこのように運転していても大げさにですね1500ぐらいからもう2足から3足に上げてしまったり、はてまた4足に上げてしまったりっていう教え方もしてると思うので、これあながちね間違ってないと思うんですよね。ゆっくり安全走行で走るためにはこのような動作が必要ですよっていうことになりますのでね、いいと思います。まずはこの発進の仕方っていう感じになります。だからもうこれは反復なんですよね。とりあえずもう行くぞーっつってガタ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 でね、ほら分かります？ FK7 ってね本当にねエンストしないんですよ。極端に離したりとかしない限りはあんまりエンストしないんですよ。こうじゃないですか。で一回ここで止めますけど、じゃあ行きますよっつって一足に上げます。でそのまんま
アクセルペダルはちょっとだけ踏みますけど、クラッチガンって離しますよ。エンストしちゃいましたねすいません、エンストしちゃいますけど、これを極端な話ね、そんなに意識しなくてもって前に進んでくれるんですよね。だから比較的運転しやすいんじゃないかなと思っております。でこの発信とかは正直言って共感とかによっては、お前何回言えば分かるんだよとかね、お前もう演奏ばっかしてんじゃねえよ下手くそがとか、もう何回言えばいいんだよとかって言うかもしれませんが、そこで心理状態がもうやだよ、もう怒られるのやだよ、もうなんでだよっていう人もいれば、血の気の多い人だったらお前ふざけんなよってね、逆ギレしちゃうかもしれませんが、その時はこの一言を言ってください。あなたの教え方が悪いんだよコアッパーで、今度発進の正規の進み方っていうのは、今クラッチを握っている状態で一足入ってるんですけども、アクセルを少しうならせてあげなさい。アクセルを少し踏み込みます。というのは、そのままクラッチを離していくとアイドリングの回転数っていうのがだいたい500から800回転ぐらいの間なんですけども、それを維持してるんですよね。そのまま走ろうとすると一足の限界値っていうのがもうエンスト0回転の方までいっちゃいますので、そのまま落ちてっちゃってエンストしてしまうっていうのがあるので、そこを維持しつつっていうことでアクセルを踏み込んでいきます。このような感じですね。で少し踏み込んであげてゆっくりクラッチを離していきますと、スムーズな発進ができるのかなっていうイメージですね。はい、今1500ぐらいなんですけど、ここでクラッチをビヨーンってね、もう離していっちゃいます。これね、極端にうわーって早く離しても前に進みますから大丈夫でございます。これで進んでいくっていうような感じですね。はい、じゃあもう一回1500ぐらいからブヨーンつって離していくっていうのがいい感じでございます。さあ、そして2足のギアチェンジなんですけども、こんな感じっつったらおかしいですね。だいたいもう2000回転ぐらいでギアチェンジしちゃってもいいのかなっていうイメージですね。でその時に結構この右足と左手全然違うんですよね、操作が。それによってバタバタしてしまうかもしれませんが、ここでキーワードがアクセルワークをいかに安定させるかっていうのが非常に大事でございます。そのね、極端にアクセルワーク、アクセルを踏み込んだりとか離しちゃったりすると、車もですねその通りに動いてくれますから、もうふわふわしちゃってね、本当にエンジンの音っていうのかな、あれがもうウォン言っちゃうんですよね。例えばアクセルを急に踏み込むとその分いっちゃいますし、で逆に全然踏み込まないと、このように今2速なんですけど、踏み込まないで3速に上げるとボロボロってどんどん回転数が落ちちゃうので、最悪ガタガタって言うんです。今1000回転ちょいで4速で、そのままアクセル入れずに5速に入れると一応安定はするんですけど、そのまま5速で発進しようとするとボボつってゆっくりパワーが伝達していくっていう、ちょっとね負のループに陥っちゃうので、これが1速2速3速によってその回転域のゾーンが違いますよっていう状況なんですよ。その正規のゾーンに合わせながらシフトチェンジしていただきますと、スムーズな運転操作ができてね、なかなか面白いでございますよ。でこのシフト操作、今シフトアップいきなり言っちゃってるんですけど、シフトアップをする練習としてはもう低回転域でやっちゃった方がいいかもしれませんね。だからだいたい2000回転ぐらいを目安にしてギアチェンジをしてみてどうかっていうのを慣れていくといいと思います。でこれに慣れていきますとこのような運転ができますよ。ちょっと極端に3000まで上げちゃいましたけど、で今ずっと2000回転ぐらいで5速まで上げたんですけど、これに慣れてくるとなんか物足りないなって思ってくるんですよ。でその時に少しアクセルを踏み込んでもう少し引っ張ってシフトアップをしてみたりとか、そのような感じってなんだろう、そういう風にやっていくといいかもしれませんね。これが基本的なギアチェンジの仕方でございますただね FK7 の場合は本当にスコ入ってクラッチもすごい軽いので、めちゃくちゃねやりやすくていいと思います。
さあそして1回止めまして、でここからがですねちょっとした注意点になるんですけども、なんだろうな、この離すじゃないですか。クラッチをずっとですね踏んでる状態というか押さえてる状態は極力避けた方がいいって言ってるんですよ。これどうしてかっていうと、人間の心理っていうのはなんか自分の意識とは別になんかちょっとこう踏み込んだりとか力入れたりとかしちゃうんですよね。その時にクラッチも少し押し込まれちゃう状況になりますので、そこでねある意味半クラッチ半々クラッチみたいな感じでね、板がねどんどんこうやって擦れちゃって、結局こう損傷しちゃったりとか、はてまたクラッチ板交換みたいな感じでねなっちゃうので、その辺は気をつけてやっていけたらと思います。今行きますね。まずは発進します。で発進したらもう離しちゃいますね。で離して2足に入れる時にクラッチを踏み込んでまた離すみたいな、こういう意識をつけた方がいいと思います。さすがに交差点とか曲がるときは結構大変かもしれませんけども、でこれでちょっと大きな道に出てみたいと思いますね。そう慣れてくるとね本当面白いんですよ。でいかにこの車をガタガタこう揺らさないかっていうこの練習がね非常にね面白いですよ。うわ失敗した、じゃあ次はこういう風にアクセルワークした方がいいんだとかね、すごいあるので非常にそこが大事かなとは思っております。で教習所とかで私習ったのが交差点は2足で曲がりますそうなんて言ってるんですけど、これね無理な話なんですよ。交差点の大きさ規模によっては2足に入れたりとか入れられなかったりっていうシチュエーションがたくさんあるので、これは用途用途になるんですが、基本的には2足で入れて曲がるっていうのが、基本形かもしれませんね。さあ皆様、ここから路上教習でございますよ。一気にこの教習所内から抜け出しまして、さあなんかね緊張しますよね。こういうところでも最初のうちはもうこうやってねなっちゃうかもしれませんが、もうそれはいいと思います。しょうがないです。さあこのようにですね小さな交差点で曲がるときはもう一足で曲がりきっちゃった方がある意味いいシチュエーションもございますので、多分ねここはね一足でビューって曲がりきっちゃいます。で曲がりきりまして、ちょっと落ち着いたらもう2足に上げるみたいなで3足に上げて、でこの辺でもう4足5足みたいな感じなのかな。これがゆっくりスムーズに運転するっていうコツなのかもしれませんね。でゆっくりブレーキも踏んでいきまして、で止まる時なんですけど、ギアのシフトダウンもしていくのはしかりなんですが、こうゆっくりいってだいたい1000回転ぐらいまで戻ったらゆっくりニュートラルに戻して止まるっていうのがいいのかもしれませんね。さあどうしようかな、これ渋滞にはまっちゃったな。なんかねごめんなさいね、なんかうまいこと説明できてますかね。下手くそでしょ。結構こんなベラベラ喋る割にはお前説明下手くそだなと思ってくださったらね最高でございますっていうのもおかしいな。これねちょっとね曲がりたいな。ちょっとねこれね右に曲がっちゃう。ちょっとごめんなさい、一回ずれます。渋滞にはまってたらね全然動画になりませんからね。さあそして路上に出てきまして、ちょっとした細い道とかがあると思うんですけど、この辺もねゆっくり落ち着いて2足から3足上げてゆっくりと行くのがいいと思います。こういうのがね慣れですからね。でも軌道に乗ってしまったりとかある程度安定した走行になりましたら、もうクラッチはですねもう完全に離している状態で走行しております。そうすることによってもうこのね無理な力も入らないし、クラッチに、余計な負荷もかかりませんからね、エコっていうのが一番大事でございますよ。さあそしてあとはこのアクセルワークのお話なんですけども、このアクセルワークが荒い人も中にはいると思うんですよ。私もそうだったんですが、そうすると何が起きるかっていうと、まず第一に燃費がだいぶ悪くなりますよ。極端に力を入れたりとかするよりかは、そんなに力を入れずに一定のアクセルワークっていうのが非常に大事でございますよ。その一定のアクセルワークは何かと言いますと、もうねずっと踏み込んだらアクセルを踏み込むじゃないですか。
でそんなに踏み込まなくていいと思うんですよ。ちょん程度でいいんですよね。それでおっと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 、これやばい、いきなりなんか変なとこ行っちゃったな、ごめんなさい。例えば今ごめんなさい、2速で上げて、で今2速で上げた時のアクセルの踏み込む力ってあるんですけど、これをねもうずっと維持してるんですよ。それで、ある程度速度が出ましたら3速に上げて、でまた1速じゃねえやアクセルの力を一定に保つみたいな、こういうね意識をつけた方が今後の燃費改善にはもってこいだとは思いますよ。多分ねだいぶいい感じになると思うんですよね。無理なこういうアクセルワークしちゃうとこれね燃費悪化になります。特に高速道路とかそうだと思うんですよ。やばい、ちょっと速度出さなきゃなと思った時に6速とか5速のスピードレンジってまた違った動きしますので、どうしてもねアクセルをこうガーって踏み込むような意識出ちゃうと思うんですよ。そこはねあえて抑えていただいて、同じアクセルワークそのちょい踏みぐらいでもいいと思うんですよ。本当にそれぐらいでアクセルワークをしていただくと、もしかしたら燃費が1キロぐらい上がるかもしれませんよ。はい、このアクセルワークなんですよね。ちょい踏みが一番いいと思います。さあ最初のうちは、慣れてないうちはこのように車がいないところで、3速ぐらいで慣れていくのが一番いいと思うんですよね。でシフトアップの方はだいたい分かってきたぞと言うじゃありませんか。どうです、もう慣れてきました？そしたら今度はシフトダウンですよね。もう簡単な話ですよ。3速に上げて、でもうただただクラッチを引いて2速に下げるだけで落ちますから、もうこれで皆さんも完璧ですよこれが基本形ですね。さあそしてその応用編なんですけど、これおそらく教習所でね教えてくれない技がありまして、ブリッピングシフトダウンって呼ばれてるものがあるそうなんですよね。これ今からやりますのでちょっとお待ちくださいね。こういう路上教習とかもしてもね、多分ね教官とかそういう教えてくれる人って多分イライラすると思うんですよね。でその時にもし万が一また怒られたとしたらこう言ってくださいね。またね、あんたの教え方が下手くそなんだよ路上編みたいな。でこっからですねいきますよ。ブリッピングシフトダウン3速です。でさらに大げさにいくと2速、分かりました？なんかで分かってくれたらいいんですが、そう回転数を合わせてシフトダウンするっていうのがブリッピングシフトダウンって言われてるそうなんですよ。でこれをやることによって何がいいかって言いますと、例えば今のやつをやらないでいきますと、これアクセルオフにしたままなんですよね。そのまんまこうなるみたいな。今分かりました？ガッコン言ったじゃないですか。で回転数が合わない回転数が合わない状態でシフトダウンをするとガックンってなるんですけど、それを抑制するためにブリッピングシフトダウンという技があるそうなんですよね。でこのやり方っていうのは、例えば今3速に上げてるんですけど、2速に下げた時に回転数を合わせるためにアクセルを吹かすんですよ。吹かして上げるとこう2速に下がった時に安定したヒューッつってシフトダウンができて、私っていうか運転者もしかり、あと同乗者もいちいちこうやってガックンって、うお気持ち悪いよ、ふざけんじゃねえよ、目の前にローソンがあるじゃねえかよって言わなくて済みます。これをね練習してるとなかなか面白いでございます。さらにねかっこいいんですよね。ちょっとしたこうレーシングドライバーになった気分になるなとかね、イニシャル D みたいじゃんなるんですよこれ。でこのコツがですね結構難しいんですよね。回転数を合わせるのは分かったけど、じゃあ一体どのような動作をすればいいんだよって話になると思うじゃないですか。結構難しいんですよこれ。最初のうちはねもう間違いなく合わないです。やったとしてもアクセルをボーンって吹かして回転数を上げたとしてもクラッチ動作がね多分前後するんですよ。そうすると多分ボンボーンとかボーンみたいな
そういう感じになってしまいますけども、その誤差をですねどんどんこう近づけていくのが日々の練習なのかなって思いますよ。これめちゃめちゃ面白いですからね。はい、ただ多分ね教習所とかで仮にやったとしたら間違いなくね教官に怒られるんですよ。ふかしすぎとかつって黙れコアッパーなんて言いたくなっちゃいますけどね。さあ発進もスムーズにいくことができまして、である程度1速の限界まで行ったので2速に上げます。で2速も大きな通りだとすぐ限界値に立ちますので3速に上げまして、で3速もね結構限界値足すので4速みたいな。で極力クラッチはもう離している状態でグリッピングシフトダウンをしてシフトダウンをしていく、こんな感じ。そしてこのように流れに乗ってシフトアップをしていくといいかもしれませんが、これはね本当に慣れが必要でございますから、なかなかね最初のうちはうまくいかなくてもう当然だと思います。でこの前の車とか流れってあるじゃないですか。その時に何が起きるかわからないだらけの宝庫なんですよね、一般道っていうのは。だからもう自分が予期せぬことが起きるっていう前提で運転した方がいいと思うんですよ。例えば目の前の車が赤色の今テールランプつけたじゃないですか、ブレーキランプもうつけたらこっちもブレーキ踏んじゃうみたいな、そんな感じがいいと思います。そして止まり方なんですけど、今3速の状態で止まっていきます。で少しガタガタなっていくんですよね。でその時にニュートラルにしてあげて、電車が止まるようなスムーズなこのブレーキングワークみたいな、そのように止まっていただくとよりいいんじゃないかなと思います。これがねすっごいスマートなかっこいい運転の仕方かな。私の中でのかっこいい運転っていうのはスムーズに発進してスムーズに止まるっていうのがね私のテーマでございますよ。だから本当にね新幹線に乗ってるイメージ、それを意識しております。さあこの交差点もこれは2速で曲がれますので2速に上げて曲がります。そしてこのように曲がっていく。さあここでですねグリッピングシフトダウンいきますよ。これ今3速4速まで上げますね。で4から3に上げるときにこのクラッチを踏んだ瞬間にもうアクセル踏んでいってください。ブーンっつってもうほとんど同時進行ですね。で2速もで1速もちょっと1速は失敗しましたけど、このようにやっていくとすごくいいかもしれません。これがブリッピングシフトダウンと呼ばれているものでございます。そうだよなわし。もう一つね面白い技っていうかあるんですよ。ダブルクラッチっていうの。今ちょっとダブルクラッチやってみますね。これあんまり慣れてないですけど私もダメだ。こんな感じかな。これがダブルクラッチっていうのですね。こうギアを上げるときにクラッチを2回踏み込むんですよ。というのもニュートラルにしたときに1回踏みますと、で離してもう1回ギアチェンジ上げるときにクラッチを踏む。これがダブルクラッチと言われているそうですよ。これを早くやるとブンブンみたいな感じに、なって面白いらしいんですけど、あんまりやらないですね私は。これが何がいいのか何が悪いのかっていうのは正直分からなくて申し訳ないんですが、これちょっとダブルクラッチいきますよ。こんな感じでちょっと力んじゃいますね。エンジンブレーキを多用して止まったりとかするっていうのは本当はね非常に大事なんですよ。で中には最近なんかエンブレしてる時ってブレーキランプつかないから危ねえよなんてね、なんか一回騒がれましたよね。あれ私不思議でしょうがないんですよね。だってオートマ乗っつってもエンジンブレーキっていうのは自然にかかるものですから皆さんやってることなんですけどね。でさらにそのブレーキランプがつかないから危ないよって言われてる理由がこっちからしてみたらどんだけ幅寄せしてるんだよとか煽ってんだよって思っちゃいますけどね。このように車間距離を保ってるとそこまで全然意識しなくても十分かなとは思ってしまいますがね。さあ今4速に上げて、さあシフトダウンブリッピングシフトダウンでございます。ちょっと極端ですけどね。でゆっくりブレーキングしていきまして、ある程度回転数が落ちたところでニュートラルに入れるみたいな、こういうのがいいと思います。でだい
対私も昔ねそうだったんですけど、ある程度速度領域あって、信号待ちだ、止まんなきゃなと思う時に、エンジンブレーキかけずにそのまんまニュートラルにして止まってたこともあるんですよね。でこれがマニュアル車にとってっていうか、マニュアル車だからこそもったいないっていう行為なんですけども、エンジンブレーキをかけたら何がいいこと起きるかっていうと、そのエンジンブレーキをかけた時に回転数が上がるじゃないですか。その時にそのエンジンの回転でこう進んでくれてるので、その時にガソリンの噴射がね一時的に止まるんですよ。これも燃費向上の一つの理由となっております。よってですね、このように走っていて、例えばこうニュートラルにしますよね、この状態でそのまま走行してて、あとはブレーキングすればいいじゃねえかよつってなってると思うんですが、このアイドリング状態で今現状エンジンのガソリンがブワーって噴射してる状態なのでね、ちょっとしたこの誤差かもしれませんが、燃費が少しずつ落ちていっちゃう、ガソリンが消耗してしまうっていう恐れがありますので、こういう時もちゃんとエンジンブレーキを活用しつつギアを入れっぱなしでクラッチを離して運転するっていうのがいいのかなって思ってるんですよ。これね、昔1年前に千葉のドライブ行った時に、ガソリンないからやばいわっつって、こういう道とかでこうやってこれちょっと燃費改善でニュートラルってやってたんですけど、実はこれは逆に言ったらガス欠にどんどん向かっていたっていう状況だったんですよね。これ教えていただいたんですよね。ありがとうございます。はい、ということで、このように回転数をいかに合わせて操作できるか、運転できるかっていうのが肝と、あとアクセルワークをいかに大事にして運転できるかっていうのが、この車に優しい、ドライバーに優しい、さらに同乗者に優しい運転の仕方なんじゃないかなと思っておりますよ。こうですね。でこのようにブリッピングシフトダウンですとかシフトアップですとか街乗りで練習していきますと、今度ね、サーキット行ったりとかする方もいらっしゃると思うんですが、あと山道とかでもこのね応用がすごく効きますので、あの時街乗りで運転しといてよかったななんてね思う時来ますよ、絶対に。多分皆さんもそうじゃないですか。違うね、街乗りこそ素晴らしい練習の場だって極端に言うとそう思っちゃいますね。さあ交差点を左に曲がるイメージでございますが、なんで左矢印出てるのになんで行かないんだろう。これはね 2速で曲がった方がいいですね。ある程度スピードを乗せまして、ゆっくりシフトもでも歩行者いるかね。このようにいくら私が想像して予測したとしても、予測の範囲外のことが起きてしまうというのはこの理由なんですよ。2速で行ける、でも歩行者がいる、無理だったつって、でも2速で行こうと思えば行けるみたいな、本当にね難しいですよね。さあ3速に上げましてゆっくり操作していきます。さあそしてこの道路、これオートマ車も共通することだとは思うんですが、このねスマートなドライビングをするためには前の車を予測して走る、それが一番いいと思いますよ。そして車間距離を十分に空けるっていうのが一番いいんですが、で例えばアクセルワークも一定にしてるじゃないですか。でこのようにこうやって来たりとかするので、車間距離を空けてるとつってね、余計なブレーキとかしなくて済みますのでね。で2速に入って、よし曲がるぞっつって2速で曲がる。さあそして前の清掃車ついていこうかなと思った矢先に信号が変わりそうなので、このように信号が黄色になるなと思ったら、もう黄色の時点でもうアクセルもね緩めてブレーキをしてゆっくり止まっていくっていうのが、これがスマートなドライビングですね。でさらにですね、やっぱりこの前の車ですとか他のこの視野を広くして、どんどんその予測を立てていった方がいいと思うんですよ。相手が止まるようでしたら、その自分がブレーキを踏んだ力、それ以上の力を踏まずにそのまんまで止まれるのかどうか、そういうね検証ですよね。ある意味試した方がいいと思いますよ。例えばこの状態で前に車が今一緒って止まってますよね。でこの状態でここのブレーキだっつって、多分このブレーキ量で踏み込めば多分止まるだろうなっつってて、今ねブレーキそのままですよ。力入れてないです。で止まるかっつって
おー止まったみたいなね、そういう予測をしていくとなかなかね面白いですよ。そうすることによってきっとですね、もし皆さんパワフルブレーキたるものやっていたら、この練習するとスムーズな止まり方できますからね。一回やってみてはいかがでしょうか。で、自分のその止まる適正値ってあるじゃないですか。例えば教習所で言ったら、教習所教官教えてくれたかな、車の後ろのタイヤが自分の視界から見えなくなる程度に止まるといいですよみたいな、あれこれ教えてもらいましたっけ。ちょっと微妙ですね。で、走行中もそうですよね。車間距離の保つ何メートルとかね、数字言われても分かんないですから、基本的には前の車全体像がくっきりと見えてる状態の車間距離を保った方がいいんじゃないかなと思っています。いつもね、私こういう状況なんですよ。だから吉本さんがよく洗脳してくれるんですけど、よくね前の方に行っちゃって、でなんかこう割り込まれたりとかしょっちゅうされるんですけど、でもねそれでいいと思いますよ。だってこのようにちょっとこうやって近づけたりとかすると、結局前の車からしてみたら煽ってんじゃないよ、ふざけんなよってね、そのようなトラブルの元になりますからね。であれば車間距離空けて割り込まれた方がまだマシだよなんて思っちゃった方がプラスに考えるといいんじゃないかなと思いますよ。とあるドライバーさんが言ってたんですけど、車の気持ちになって運転をしてみましょうなんて言うとね、おーってなるんですよね。例えばこの今状況ですとブレーキに注目しておりますので、ブレーキパッドの気持ちになってね、こうゆっくりゆっくりスマートに操作していくっていう感じで、これだとブレーキパッドに優しいかな、でもこの調整ダメだったな、よしもう少し行こうっつって、でその後今度ブレーキを離すとアクセルとかミッションになってくるので、その人たちの気持ちになっていくといいかもしれない。アクセルはちょっとこの辺で緩めて、よしここ力入れる、これだとちょっとアクセルさんに申し訳ないな、でミッションもやばい2速のまんまだから悲鳴上げてるよっつって、よしこれでよし安定させてあげよう、よしでもごめんね、最初のうちはもうガタガタ言うけど許してねみたいな、そういうような運転の仕方をしていくと、どんどん上達していって、ガタガタしてた車の挙動がいつの間にかスムーズになっているみたいな、そういう感覚になるときっと私は思っております。中にはこういう運転する人もいるじゃないですか。いきますよ。まずこうやって荒くいく、でシフトチェンジもこうやって、これ極端ですけど、こうやって荒い運転する方もいらっしゃると思うんですけど、私にとってはこれ NG なんですよね。車にとってめちゃめちゃ優しくないじゃないかっつってね、同乗者にとっても優しくないですけど、一番は車なんですよね。その車の気持ちになって運転してみるとだいぶ変わりますよ。この運転の仕方、運転する気持ちっていうのかな、それもね新たな発見ができて面白いなっていう感じもいたします。いやいいこと言うよな多分ねはい、ということでブリッピングシフトダウンをして、でブレーキを踏んでいくと、でニュートラルにしていって、で前の車はブレーキランプは押してませんが、でもおそらくこの辺で止まるんじゃないかなっていう勢いですね。はい、車がいない時もだいたいこの辺だろうっていう自分の目印つけちゃうんですよ、道路側で。でそこに止まれるように軽くブレーキを踏んで止まるみたいなね、そういうのがいいと思いますよ。もうなんかね私のこういうなんかレクチャー動画っていうか解説動画って多分このストーリーにのっとってないですね。いきなりブレーキの話をして、次はアクセルの話をして、でまたブレーキの話を持ってアクセルでまたミッションになってぐちゃぐちゃじゃねえかよと思っちゃうかもしれませんが、それもそれでなんか私らしい味なんじゃないかなとは思っております。皆さんと一緒に勉強していきたいと思っていますのでね、これでどんどん向上していきますよ。これね、どっちがうまいドライビングできるか勝負しましょうか。私勝ちますよ、絶対負けませんよ。でニュートラルに戻して待つのもいいんですけど、すぐ動く場合はですね、もう一足に入れた状態でクラッチを踏んでいる状態の方がいいかもしれません。これ教習所だとずっとこれなんで足がプルプルなるんですよね。さあじゃあ行きますよ。右後方もよし、行きましょう、ゆっくりで。ここはですね、もう立ち上がった時に2速の方がいいですね。
ね、ちょっとダブルクラッチもう一回やってみましょうか。私ねちょっと自信がないんですけど、今赤になりましたので4速から3速いきますよ。これなのかな。なんかダブルクラッチの良さがいまいちよく個人的には分かってなくて申し訳ないんですけどね。はい、であともう一つちょっとおまけなんですけど、アイドリングストップをオンにしていると非常に嫌な思いするっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。でそのうちの一つとしては何かというと、この交差点待ちなんですよね。右折とか左折とかするときに一回止まってすぐ走るときって結構あるじゃないですか。でその時にねエンジン止まっちゃうんですよ。で止まってすぐ発進する時になかなか始動してくれないっていう時も多々あったんですよね。これはちょっとどうなのかなとは思いますし、あとねなんか止まっていてもそこまで燃費的な問題ですとそこまで改善しないみたいなことを言われてるらしいんですよ。ただ環境面に関してはこのエンジンが1回ストップするわけですから、そこで排出されている CO2 も1回カットされるので、それはそれでいいんじゃないかなとは思うんですけどね。ただねドライビングからするとアイドリングストップは邪魔でしょうがないですね。いやまだまだね、私もなんかクラッチをこうやって離しましょうなんて言いますけどね、たまに乗せてる時があるんだよな、このようにな。これがちょっとあれかなとは思いますが、ただクラッチっていうのはもうちょっとでも踏み込んだら伝達していくってわけじゃなくて、ある程度遊びっていうものがあるんですよ。その遊びの上で足を乗っけてるって感じなのかな。でもこれあんまり良くないよね。できるだけ離しておこう。さあそしてアイドリングストップはよろしくはないんですけども、ブレーキホールドっていうのは本当に神機能でございまして、このように待ってる時ブレーキをねこうやって踏んでなくて済むんですよ。そのまんま離しちゃってもホールドしてくださってるので、これは楽でいいなとは思いますよ。はい、じゃあ行きます。でこれはねやっぱりオートマ車でも同じことは言えるかもしれませんが、この足を置く位置ですよね。ここも非常に大事なのかなって思っております。特にアクセルとブレーキを片足で対応するじゃないですか。右足で対応するわけなんですけども、ここの操作がいかにスムーズにできるかっていうのが肝なんですよ。で教習所だとアクセルはかかとを落とした状態でこうやってアクセルワークしなさいよって言うんですけど、ブレーキはかかとも上げた状態でブレーキしなさいよって教わると思うんですよ。これどうなのかな。最初のうちはやっぱり基本にのっとってやってたんですけど、この足を浮かせた状態でブレーキを踏み込んだりとかすると余計な力がね加わっちゃうんですよね。そうするとガクガクガクってなっちゃうので、どうなんですかねこれねである動画とか見たところ、そのかかとはとりあえずこう床の方に設置しといてアクセルを踏みます。そしてかかとを軸にしてブレーキを踏むとか、この軸の動作がいかにスムーズにできるかが肝になってくるので、これはもう本当に意識してやるといいですよって言ってましたね。これはちょっと街乗りじゃないかもしれないな。もしかしたらサーキット走行のことを言ってるのかもしれないんですけど。さあ2速、さあまだまだこのねハンドリングとかもうドライビング全般でいうといろんな動作が必要になってくるので、なかなかね慣れてくるのに本当に時間かかりますよ。で特にもうミッションなんかもう手足全部体動かしますからね。難しいんですけども面白い、本当に面白いです。これね皆さんにマニュアル乗ってほしいな。すっごい面白いからね。さあこういうちょっとした急カーブもそのまま曲がればいいんですけども、3速に落としてグリッピングシフトダウンをして曲がるみたいなね、安定した走りがいかにできるかが肝になります。こういう街乗りでも急カーブとかあった場合にちょっと大げさに落としたりとかしてドライビングしていくと、山道とか急なワインディングとかあるじゃないですか。ああいうところに差し掛かった時もねすごく役に立ちますからね。でそれから今度はね、さっきブレーキの気持ちになりましたけど、このタイ
イヤの気持ちになってみましょうね。タイヤの気持ちになってみるとどうなるかっていうと、急なハンドリングしなくね、スーっていかにスムーズに曲がれたりとかするかですよね。例えばアウトインアウトなんてよく言うんですけど、それがね多分ね素晴らしい走りの理由の一つだと思うんですよ。いかにハンドルを切らずに曲がって、さらにタイヤの溝を減らさない、もしくはタイヤ全体で走ってるぞっていう意識を保てるかどうかだと思うんですよ。このようにぐーっとアウトインアウトから寄って、でアウトからインに寄れない場合はもうしょうがないですよね。そのカーブの手前でもう少しずつハンドルを切った状態で曲がっていくみたいな、もういかにハンドルを切らずに曲がっていくかっていうのがポイントかなとは思っています。いつも私こういう練習してるんですよ。もう街中でもアウトインアウトなんて叫んでますけど、これね理由がねそこにあるんですよね。いかにタイヤの気持ちになって長持ち、そして一緒にドライブしていけるかみたいな感じでございます。もう全体的にそう言えますよね。でそのまま義足で今度は小さな道を曲がって、で交差点曲がる時ももう急にこうやって曲がるんじゃなくて、スムーズにこうなんつうんですかね、ハンドリングをこうできるかどうかっていう感じなんですけどはい。でこういう急な坂道はもうね2速で引っ張りますね。そのまんま2速で、アクセルもねそんなに踏み込んでませんよ。もういかに一定のアクセルワークができるか、ブレーキワークができるか、クラッチワークができるかだと思います。そこに限りますよね。はい。で今タイヤの気持ちになっているんですけど、こういうところもこの道のラインで外さない程度で曲がっていくみたいな。だからここもねちょっとあらかじめカーブしといて、カーブが終わったらもうハンドリングもまっすぐするみたいな。でその時の目線なんですけど、手前に目線、白い車線とかね見ちゃう癖があるんですけど、手前を見れば見るほどハンドリングとかドライビングがおかしくなってくるので、これは教習所で習うと思うんですが、一番遠くの目線で目印にするんですよね。自分が中央にいたいところの目印。例えば今前に路駐車がいると思うんですけど、あれを中心に目を持っていくとテールランプの方を目で見ちゃうんですよ。そうするとこのように曲がっていたとしてもテールランプを目印にして中心だって言うとね、体が自然に中心にこう持っていこうとしてくれますので、そのような運転を心がけていただけるとまたいいのかもしれません。ということで、戻ってきました。さあこの交差点とかいろんなところ曲がるときもやっぱり目線なんですよね。この視野、これも手前じゃなくもう先を見ましょうみたいな、簡単に言うとそんな感じでございます。ツッコミとかこういった走りをしたらもっといいですよっていうのがあると思うんですよ。でその時はコメントいただけますか。すいません。そして皆さんで共有してもう楽しいドライブしましょうよ。そして運転者もそうですけども、ご家族連れの方ですが、彼女連れもしくは彼氏連れでもいいんですけども、皆さんが君の運転ってうまいよね、いいね、眠くなっちゃうよっていう風な運転をやっていきましょうよ。一緒にやっていきましょうね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。いよいよ目の前の先、高速道路の入り口があるんですが、高速道路行ってみましょうか。さあマニュアルの高速走行でございますよ。高速道路は結構こういったランプって急カーブとか多いじゃないですか。ここでもねコーナーリングの練習と申しましょうかね、運転の練習もできるんですよね、マニュアルに関しても。でここでこう来ましたらブリッピングシフトダウンで2速に落として、視界も遠目に見ながら回っていくっていう感じですよね。でタイヤの気持ちになりながらゆっくりハンドリングを切りすぎずに曲がっていくみたいな。さあそして ETC コーナーでございますよ。で ETC の方もゆっくり減速していきながら、ここではですねニュートラルには基本的にはいたしません。このように減速すればそのまま進むこともできます。さあそしてここでシフトアップをして高速レンジに乗っていくみたいな、高速レンジって何でしょうね。さあここで左カーブですけども、ここでもちゃんと視野を広く持ちながら、手前の白い線じゃなくてですね、白い線じゃなくて、ちょっとね遠目を見ていただくといいですね。でさらにタイヤをいたわって、でここで本来だったらもうここで5、6速に上げていきたいところなんですが、ここで一気に乗せていくって感じですね。で
っていきまして、高速に上げて高速道路を走っていくような感じでございます。さあここから高速走行でございますが、で一気にもう6速まで上げてしまいます。で今これで6速で安定しておりますので、このまんまあとはゆったりとこのねアクセルワークを乱さずに走っていくのが一番いいと思うんですよね。で先ほど話をさせていただきましたこのバックに入らないのかっていう不安があるじゃないですか。答えからすると全然大丈夫なんですよ。これ皆さんいきますよ。1回5に落としますね。で今6に入れますよ。ほらこれなんとなく分かってくれたらいいんですけど、3から4に入れる要領でただただ下に落としてるだけなんですよ。でも若干ですね、気持ち斜め右下方向に手を動かしてるっていう感じなんですよ。それだけでスコスコ入っていきますよ。でバックに入れようとするとどうなるか、これね走行中ね、これバックロックがかかってるので入らないんですよ。まあこれがさすが最近の技術だななんて、さすがだなって思ってしまいますよね。なんで料金出ろってなってんだこれ。よいしょ。じゃあナビ通り行ってみますか。で高速の出口に差し掛かりますと結構急なコーナーもまた出てきますので、こういうところでねめんどくさいなと思わずに、練習できるんだ、やったーラッキー、そういうふうに思った方が気持ち的に楽かもしれません。さあ3速まで落とします。3速まで落としてブレーキングせずに曲がっていく。でも前に車がいるからちょっとこの辺で車間距離を保ちつつ曲がっていくみたいな感じですね。でその時にやっぱり私もまだまだなんですけど、ここの腕の角度が少し伸びちゃうので、もう少しやっぱシートポジションは調整が必要なのかな。はい、でまた急コーナー減速いたします。ブリッピングシフトダウンも活用しながら、あとはタイヤアウトインアウトでゆっくり、この立ち上がり時もですね、急にハンドルをまっすぐにせずにゆっくりゆっくり自然に戻していくのがいいと思いますよ。これがタイヤをいたわるコツなのかもしれませんね。さあブレーキングです。さあ ETC のところは2速まで落とします。で落として、ちょっと今失敗したな。70円って安くないですか。で引っ張る、ある程度引っ張った方がいいですね。さあそしてここも急な右コーナーですが、無理してシフトアップとかシフトダウンせずにそのまま曲がっていくっていうのがいいかもしれません。でタイヤを感じつつぐるーっと回って、ハンドリングもですねこんなフラフラせずにそのまんまカーブっていうのはね一定の角度がありますから、その通りにやっていくといいかもしれません。だからこうやって曲がるじゃないですか。でもハンドルこのまま止めちゃうんですよ。そうするとある程度曲がってくれます。でこの白い線と白い線の間が私たちのセーフティーゾーンになりますから、その間でコーナリングをしてタイヤをいたわるみたいな、そのような感覚でやっていくといいかもしれませんよ。ほらでまっすぐ見ると、今私は前の車のナンバーを中心にしましたので、ちょうど目線がナンバーの中心に行ったんですよね。よってこの FK7 も FK7 もきちんとナンバーを中心に捉えてくれましたよ。さあ合流です。合流も一気にいっちゃいます。この時はシフトチェンジはしませんね。で終わったらシフトチェンジするみたいな感じですかね。高速道路ほどアクセルワークの練習ができると私は個人的に思ってるんですよね。でこの時にちょっと速度出さなきゃなと思った時に踏み込む力なんですよ。これガーって皆さんどうです？踏み込んじゃいます？それともゆっくり踏み込みながら加速していきます？これね分かれるんですよね。いわゆるこのアクセルのオンオフが激しければ激しいほど燃費っていうのはねどんどん落ちていくような気がするんですよ。よって私はどうしてるかと言いますと、本当にアクセルワークちょい踏みぐらいですよ。ちょっと今トンネルになっちゃったんでお待ちくださいね。一回湾岸線に出まして広い高速道路になりますから、そこでアクセルワークのお話をさせていただきたいと思います。
で合流地点もですね、焦らずゆっくりアクセルをオフにいたしまして譲ってあげることを心がけると、なんかね気持ち的にいいことしたな、俺すげえなって絶対思うはずですよかっこいいっすよね。ハンドリングも急に曲がりすぎた、うわごめんよとかって言ったりとか、あとね、いや今日はね、いやタイヤにとってすごくいいんじゃないですか、タイヤさんどうですか、なかなかいい感じで片振りとかしなさそうですよね、大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、いけるいける、黙れこわっぱわしぜで、目の前にトラックがいても、うわ視界見えねえよ、もうふざけんな、抜かそうっていう気持ちは抑えてください。トラックで視界が遮られたとしても、これも練習ですからね、目の前には何が見えるかっていうのを想像しながら走るといいですよ。もしかしたら車が1台いるかもしれないっていうね。そしてトラックがどいてくれた暁には視界が広がって、やっぱり車がいたじゃないか。でアクセルワークなんですけども、例えば目の前にトラックがいてだいぶ車間距離が空いてますよね。でこの時にちょっと速度を出さなきゃいけないなと思った時にどうするかなんですよ。もう一気にこう加速していって追いついてしまうのか、そして一気に抜いちゃうのかで、またつってアクセルを強めに踏んでいっちゃうのか。皆さんこういう方いらっしゃいますっていうか、こういうやり方してる方いらっしゃいます？アクセルの強弱を結構メリハリつけてやっちゃう感じ。私も昔これやってたんですけど、あまりね良くないんじゃないのかな思っちゃいました。じゃあお前どうしてるんだよって話じゃないですか。これね、アクセルワークはそんなに強めに踏まないんですよ。もうゆっくり加速していって時間をかけてもいいから少しずつ加速していくっていうような感じでございます。もちろん上り坂道ですとか下り坂道は話はちょっとまた変わってくるんですよね。例えばこういう下り坂で近寄りたい場合はもっとアクセルワークを緩めて、あとはこの下り坂の力を使って向かっていくみたいな、そういう感覚でしょうかね。でアクセルをオフにする時なんですけど、これ今こうやって話しちゃってる状態なんですけど、これはこれでいいと思うんですよね。でその後また速度が一定になった時にグーッつってね力を入れない方がいいんですよ。これもアクセルワークを一定に保つっていう練習になりまして、安定している速度のアクセルの踏み込みの力を維持するっていうのがこの燃費改善、そしてこの優しいドライブに直結するんじゃないかなと思っておりますよ。回転数を合わせるって言った方がいいんでしょうかね。例えば1800回転ぐらいを指しているようであれば、今指してる針からその針を上下させないっていうイメージで運転させていくといいかもしれません。で慣れてくるともうマフラーの音ですとか、こういった外から入り込んでくる音でだいたい分かるようになってきますので、じゃあ例えばこうやって車線変更して少しアクセルを踏みますよ。でガーって踏み込むんじゃなくてですね、そのまんまゆっくり上がっていくって感じかな。でマフラー変えてるから分かっちゃうかもしれないですけど、マフラーの音が少しブーンって鳴ったなと思ったら、これぐらいの加速でいいやっていう感覚でね、いいと思います。ごめんなさい、ちょっと純正マフラーだったら申し訳ないんですけど、中にはやっぱりカッコつけたいとか、私もあったんですよ。カッコつけてよしじゃあ行くぞっつってね、こっからもうわざわざねシフトダウンもやっちゃうんですよ。こうやって、これがダブルクラッチなのかな、こうやってで、こういうのをなんか俗に言うイキリダッシュみたいな感じなんですけど、でこういう風な荒い運転をしたりとかしていくと、結果燃費が落ちてったな、おかしいななんて思うかもしれませんね。で今このようにずっと運転を心がけていて、私の障害燃費っていうのがあるんですけど、納車してから今までだいたい平均燃費が13点いくつみたいな感じなんですよ。アクセルをこう踏み込んでどうしてもパワーが追いつかないよっていう時はシフトダウンをいたしまして少し加速するっていうのがいいかもしれません。例えばここ今6速なんですけど、5速に上げて加速するとこんな感じです。いきますよ。でブリッピングして、でもアクセル踏み込む量はそんなに変わんないな。と
というのもやはり5速と6速ではスピードのレンジと申しましょうか、その回転数のゾーンが違いますので、5速に下げる、4速に下げる、下げていくと回転数がどんどん上がってパワーが出てくるんですよ。でそのピークパワーっていうのがあるんですが、そこに近づいていくのでアクセルをちょーんって踏むだけでもピューンっていってくれるんですよね。おっと、うわー、やばいやばいやばい、なんだこれ、うわー、うおー、なんか危ね。これは私のミスでございます。こういう時もちゃんと前を見ていればですね、あ、故障車が止まってる、どんどん減速してる、なんか怪しいな、よしよしブレーキだブレーキだっつって言えるんですけど、いかんいかんいかん、いやーごめんなさい。これはね、私の完全たるミスでございました。最後にですね、そのアクセルワークわかんねえよ、難しいよ、ふざけんなよお前よって思ったら、もし皆さんが乗ってる車に ACC アダプティブコントロールだっけ、アダプティブクルーズコントロールってやつがついていれば ACC をオンにして試すっていうのがいいんですよ。その ACC っていうのはすごいこう一定の速度領域出してくれるというか、アクセルワークしてくれるので、それを参考にしていただくといいかもしれませんよ。さあ皆様、こっからですね、ちょっと車庫入れの練習しましょう。ここがずっと来て、コインパーキングではあれなんですけど、とりあえずここでクラッチを踏みながら目的地ターゲットをまず絞ります。そしてこっからですね、1回バックに入れまして、でこっからこのアクセルワークの集大成とも言っていいほどバックはね、駐車入れは大事なんですよ。これいかにこのように回転数をばらつきなく合わせられるかっていうのが勝負でございます。これ最初のうちはね、すごい苦労すると思うんですよ。多分だいたいこうなっちゃったりとか、逆もしかりでってなっちゃったりする可能性もありますので、気をつけて、でちょっとね、コツ的には少しアクセルをこう煽りながらクラッチを少しずつ離して半クラにするみたいな、そういう意識を心がけた方がいいのかもしれません。もう一度いきますよ。こんな感じ。もうほんと結構刹那なあれでしょ。でゆっくりこのままバックしていきます。ちょっとこうふかしながら、ふかした時に半クラにするみたいな。でこういったコインパーキングはこのような段差があると思うんで、その時はもう勢いよく一足からスタートするような感覚でブーンっていくといいかもしれません。それでゆっくりゆっくり、あとはもうドーンと、余力で止めるみたいな感じでございます。結構ね大変かもしれないね。よしよしってなんだろう、なんか変なとこまで来ちゃったな。面白いところまで来ちゃいましたよ。はい、以上です。